悪い人で周りに嫌われたくてそのように生きているのなら別にいいのですが、アダルトチルドレンは悪い人ではないし、幸せになりたいと思っているのに嫌われてしまったり、自分の心を壊してしまう生き方をしています。ダメ人間とか愚かなのではなくて、小さい頃に生きていく上で必要なものを育ててもらえなかったので、このような生き方しかできなかったんです。でも、理由があって、間違った生き方しかできなかったことが理解できたら、他に選択肢が出てきます。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルトチルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。多くのアダルトチルドレンは、小さい頃に心が成長できるほど愛されて育っていないので、穴に落ちているところからスタートしています。穴の中の生活はとても孤独でとても辛いので、穴から抜け出そうと思って必死に努力をして頑張って生きています。ただ、認知の歪みがあったり、正しい生き方がわからなかったりで、その努力の仕方が穴から抜け出すために一生懸命穴を掘り続けているという努力の仕方です。例えば、こうなれば満足できるだろうと思って嫌いなことを一生懸命頑張っています。でも、こうなっても満足できないどころか、嫌われたり、自分の心を壊してしまったりしています。今、不幸な人は、これまでの生き方を続けていると、地獄にたどり着いてしまいます。そうなる前に、間違った生き方をしていることに気がつかないといけません。今日はアダルトチルドレンが陥りがちな人生を地獄にする生き方を4つ紹介します。1、人に見せる生き方。2、自分の価値を証明する生き方。3、自分だけ得しようとする生き方。4、すべての人に嫌われまいとする生き方。5、どうすればいいか対策。6、ポイントの振り返りと補足。7、すぐにできること。このような順番で話します。心が成長していて、自己実現的に生きている人は、したいという気持ち、つまり本性で生きていますが、アダルトチルドレンは人に見せるために生きている人が多いです。人に見せるための生き方はしばらくはいいのですが、そのうちエネルギーが切れます。なので、アダルトチルドレンは普通の人より努力をしているのに報われない人が多いです。人に見せるために生きているとは、例えばある人は自分の立派さや能力をアピールするために本心ではなく、自分はこんな立派なことを考えていますと思ってもらえることを話します。人によっていろいろですが、自分は愛の人と思ってもらいたい人もいれば、自分は正義の人と思ってもらいたい人もいれば、自分は頭がいい人と思ってもらいたい人もいれば、自分は能力がある人と思ってもらいたい人もいれば、いろいろですが、実際はそのような人ではない人ほど大げさに言葉で着飾ります。このような人は愛の人、正義の人、頭がいい人、能力のある人になろうとはしません。そうなることは諦めています。それでいて、そのような人と思ってもらいたいのです。だから、文句や不平だけは言うけど、行動はしません。仮に、こうしてみればと言われても、それはこれこれこうだからできない。じゃあこうしたらと言われたら、それはあれがああだからできない。
と行動だけは絶対にしません。行動できない自分を行動できないと認めるのではなく、行動しない納得できる理由を探し、自分にも周りにもそう思わせる努力をします。また、親に責められながら育ったような人は、好きな人に自分を立派な人のように見せようとします。本来、恋人とか親友とか親しい人は味方なので、肩肘を張る必要がない相手ですが、このような人は好きな人にこそ割り増しでふりをします。詐欺師の人が親しい人に詐欺師だとバレると嫌われるので、それを隠すというのならわかりますが、人に見せる生き方をしている人は、自分の感情とか本心とか隠す必要のないことを隠します。感情とか本心は親しい相手であれば伝えた方が親密度が増しますが、本性を出すと親に嫌われたような人は誰に対しても本性を出すと嫌われると思っています。つまり、隠す必要のある相手に隠す必要のあることを隠しているのではなくて、隠さないでいい人に隠さないでいいことを隠しています。これがアダルト・チルドレンの認知の歪みの恐ろしいところです。アダルト・チルドレンは大抵、こうしなければ大変なことになると思ってこうしているのですが、そうすることによって相手を不快にしていることがあります。例えば、こうしなければと思ってしたことで、なんか変な人と思われたり、相手との間に壁ができたりすることが多いです。また仮に、本当の自分を隠しきることで欲しいものが得られたとしても、自分の心を壊したら何にもなりません。仮に本当の自分を隠しきって恋人を獲得したとします。これは短期的には素晴らしいことのように見えますが、そのような付き合い方では長期的にはその恋人との関係で苦しむことになります。例えば無理をして形だけ恋人関係を維持させることに成功したとするならば、自分の心はズタボロになっているかもしれません。本当の自分を隠しながら生きるということは自己否定です。アダルト・チルドレンはずっと自己否定を根っこに抱えながら生きています。だからどんどん心は弱っています。次は見せる生き方からもうちょっと進んで、見せないといられない生き方です。つまり心の必要性があって、そうしないといられないということです。例えば病的な劣等感があって、そしてその自分を受け入れられない人がこれにあたります。このような人は心の底では自分が劣っていると感じているのですが、でもそれは認められないので、俺はすごいんだぞと虚勢を張ることになります。すごい人だと思わせるために自慢話や自己アピールも増えます。普通の人は自分が完璧ですごい人ではなくても別に問題にはなりません。だからすごい人ではないなりの楽しみ方を追求します。でも根っこに病的な劣等感がある人は、すごい人、立派な人にこだわります。だから自分なりの生き方をしないで間違った生き方をします。人生は間違った生き方をしていれば地獄になります。例えば病的な劣等感から仕事で自分をすごい人と証明しなければならない人は、仕事が好きではないのに仕事漬けの人生になります。仕事の役に立つことをしていないと無駄なことをしたと思って気持ちが焦ります。そこで楽しいことはほとんどしないで、休みの日でも仕事の役に立つことばかりをすることになります。
これだけでも十分地獄になりますが、これだけでは終わりません。このような人は、とにかく盲目に勝つことを目指しますが、盲目なので、その間に同僚や上司に嫌われていたり、恋人や家族を傷つけていることには気づきません。ありえないほどのものすごく努力をするのですが、歪んだ認知の上での努力だから努力が報われません。それどころか苦労だけしてたどり着くところは地獄です。次は自分だけ得しようとする生き方です。このような人は悪い人というより、小さい頃から味方がいなくて、心理的には一人で生きてきたので、自分のことだけを考える生き方が身についています。そうしないと生きてこられなかったということです。でも自分だけ得をして自分だけ地位や名誉やお金を手にしても、そんなものはアダルト・チルドレンが厳しい人生を生きていくという側面から見たときに何の力にもなりません。どれだけ地位や名誉やお金を手にしてもアダルト・チルドレンは治りません。でも傍から見ていると、世の中の地位や名誉やお金を持っている人は楽しそうだし幸せそうです。なぜでしょうか。楽しくて幸せなのは名誉やお金のおかげではなくて、もともと自分の人生を生きていた人だからです。本性で楽しいことをしているうちに、結果として名誉とかお金を得た人と、自分の人生を生きずに名誉とかお金を得た人は全く種類が違います。心理的に一人で生きていて自分の人生を生きていない人は自分だけ得しようとするので、お金を得て友達や家族を失うというようなことが起こります。このような人は得しよう得しようの気持ちがめちゃくちゃ強く、そのために短期的には得することもあるのですが、恐ろしいほど短期目線しかありません。短期目線しか持たず、自分だけ得するための努力は、長期的には自分を不幸にするための努力です。例えばこのような人が兄弟間で親の遺産争いをすれば、自分だけ多くもらおうと脅したり怒鳴ったりいろいろな手で自分を有利にしようとしますが、その結果幸せを感じるために必要な心の触れ合いは失っています。次はすべての人に嫌われまいとする生き方です。小さい頃支配的で怖い親に育てられたような人は、人を怒らせたら大変なことになる、このような思い込みがあるかもしれません。このような思い込みがあれば、すべての人に嫌われることが怖くなっておかしくありません。また、親に愛されなかったことにより、愛に飢えている人も同じです。それだけ人間にとって母性愛で愛されるということは大事なことです。母性愛で愛されるべき場所がぽっかり空いている人は、すべての人から愛を求めるようになるかもしれません。すべての人に嫌われてはいけないのだとしたら、間違いなく自分の人生は生きられません。なので、このような人は自分の人生を放棄して、すべての人に嫌われないように生きています。これでは人生から楽しいことがなくなって地獄になって当たり前です。ではどうすればいいか考えていきましょう。まず人に見せる生き方ですが、なんで人に見せる生き方になるのかというと、一つは人生の目的がないからです。こうしたい、こうなりたいがあったとしても、誰かの期待に応えるためのものであったり、しなければならないという義務感からの目標しかなくて、自分自身の本当の目的がないからです。目的がない人は、周りの期待に応えようとしたり、周りに合わせようとしがちです。
自分の長所を生かして挑戦する生き方ではなくて、自分の短所を隠す生き方になります。死ぬまで短所を完全に隠せたとしても幸せにはなれません。どうしたら傷つかないかと自己防衛をすることで、この自分は恥ずかしい存在という思い込みを強くしています。大事なことは、偽物の自分を成長している立派な人に見せることではなくて、本物の自分が成長することです。アダルトチルドレンの心の成長にとって望ましいのは、自分の短所を隠しきることではなくて、この短所のある自分を受け入れてもらえたと感じられることです。そして人間は一人ずつ脳や心や適性や気持ちが違うのだから、人の真似をしても幸せにはなれません。成功して幸せになる人もいれば、成功して妬まれて不幸になる人もいます。お金持ちになって幸せになる人もいれば、お金があるからこそ悪い人が寄ってきて不幸になる人もいます。マイホームを建てて幸せになる人もいれば、マイホームのローンで不幸になる人もいます。結婚して幸せになる人もいれば、結婚して不幸になる人もいます。人と同じになることを人生の目的にしている人は、ありのままの自分を否定しているということです。自己否定をしている人は、成功しても不幸になる方の人です。人と同じになることや人に見せることを目的にするのではなく、人を気にしない自分だけの目的が必要です。次に、劣等感が病的に強いために自分の価値を証明する生き方をしている人です。病的に劣等感が強い人は多くの場合、あなたはありのままで生きていいという親からの承認をもらっていません。これがない人は盲目に承認を求め続ける人になるかもしれません。親からの承認という底がないまま承認を求め続けるので、どこまで行っても満足できません。底がないので全部落ちてしまいます。そして盲目に承認を求めているので、自分の立ち位置を考えません。自分の実力や適性や自己実現は考えずに、自分の価値を証明したい、世間を見返したい、承認されたいということだけで突っ走っています。一度、今までものすごく努力をしてきたことは自己実現ではなく、小さい頃に満たされなかったことによりできた心理的必要性に突き動かされていたのではないかと考えてみてください。心理的な必要性に行動を支配されて地獄への道を突っ走っていたと認めて方向転換をする必要があります。まずは、本当は自分はありのままの自分で愛されるのだ。本当はありのままの自分で価値があるのだ。ということをしっかり認識することが必要です。また、このような親からありのままの自分を否定されて育ってきた人は、心理的には周りはみんな敵と感じる人になるかもしれません。周りに勝って自分をすごい人だと証明しようとすればするほど周りは敵になっていきます。そして病的な劣等感は周りが敵だとなおさら深刻になります。そこでもっと自分をすごい人だと証明しようとしなければならなくなります。そこでもっと周りを敵にします。悪循環です。周りを味方と感じられれば、劣っていても受け入れてもらえるのだから、すごい人にこだわらなければならない必要性も半減します。
次に自分だけ得しようとする生き方です。このような人は小さい頃から家族が味方ではなかったり、家族と協力してみんなが幸せになるにはどうすればいいかと考えるような場面を体験していない人が多いです。また、愛されずに育っているために心が成長していなくて、まだ自己中心性がたくさん残っているかもしれません。心が成長していない人は、私は何が欲しいという視点しかありません。意識的に、相手は何を欲しがっているだろう。どうやったら相手を幸せにできるだろうと考える努力が必要です。もちろんこれは頭で理解すればいいという問題ではありません。心が成長していない間は、そんなことを考えようとしても考えられません。時間をかけて心を成長させていく必要があります。心の成長のさせ方は、アダルトチルドレンにとってとても大事な話ですが、これをきちんと話すと時間がかかってしまうので、ここでは省略します。アダルトチルドレンの直し方、心の育て方編という動画を参考にしてください。次に、すべての人に嫌われまいとする生き方です。すべての人に嫌われまいとしている人は、小さい頃の環境で、人を怒らせたら大変なことになる。このような思い込みがあるかもしれません。そしてその思い込みは間違っているとよく言われるかもしれませんが、何か欠陥があるから認知の歪みができるのではありません。小さい頃は間違っていなかったんです。割と正確に状況判断ができたからそのような思い込みを作ったんです。であれば、今の状況も正確に判断できるはずです。確かに小さい頃は環境に合った思い込みだったけど、今でも環境に合っているのかということをきちんと調査するべきです。例えば、すべての人に嫌われまいとして生きてきたと思う人は、ものすごく努力をしたり、我慢をして生きてきたと思いますが、そこまで頑張ってどんないいことがあったかと考えてみるのもいいと思います。憎しみをためたり、好きなことがなくなったり、抑うつ状態になったりするだけで、いいことは一つもなかったのではないでしょうか。もしそうだとするならば、この生き方を続けていたら、10年後はもっと心が大変な状況になるということです。つまり、すべての人から嫌われないように気を使っている代償に、自分を粗末に扱い続けているのです。自分にとって大切な人のために自分を犠牲にするのは、まだ意味がわかります。でも、自分にとってどうでもいい人にも気を使いすぎて、自分の心を壊しています。すべての人に嫌われまいという生き方になるのはいろいろな理由がありますが、愛情飢餓の問題とか、孤立が怖くてすべての人に嫌われまいという生き方をする人もいます。愛情飢餓の問題や孤立が怖い問題も心の深い部分での問題なので簡単なことではありませんが、根っこに自分は誰彼も好かれない存在という強い思い込みがあります。この強い思い込みを自分だって好きになってくれる人はいるという適応的な信念に変えて、そしてその人たちと生きていこうと思えるようになることが必要です。どんなに頑張っても、すべての人に好かれるということはありえません。捨てるものは捨てて、重要視する範囲を限定して生きていく必要があります。そして、相手に尽くして自分を守るのではなく、相手を好きになる方が自分を守れます。本当の意味で好きな人がいるなら、
その好きな人以外には嫌われてもいいと思えるようになるからです。また、人が怖くて、すべての人に嫌われまいという生き方をしてしまう方は、アダルトチルドレンの人が怖いの直し方という動画を参考にしてください。では、ポイントを振り返りながら補足します。多くのアダルトチルドレンは幸せになりたいと思っているのに、不幸になる生き方をします。それは認知の歪みがあって、現実通りに物事を見られなかったり、自分の人生を生きていなかったり、小さい頃から欠けているものを激しく追い求めていたり、心が成長していないために自己執着が強かったり、心の必要性を満たすために盲目に間違ったものを追いかけているからです。人によって違いますが、これらが組み合わさって自己実現的に生きるのではなく、人に見せる生き方、自分の価値を周りに証明する生き方、自分だけ得しようとする生き方、すべての人に嫌われまいとする生き方、このような生き方をしているアダルトチルドレンは多いです。悪い人で周りに嫌われたくてそのように生きているのなら別にいいのですが、アダルトチルドレンは悪い人ではないし、幸せになりたいと思っているのに嫌われてしまったり、自分の心を壊してしまう生き方をしています。ダメ人間とか愚かなのではなくて、小さい頃に生きていく上で必要なものを育ててもらえなかったので、このような生き方しかできなかったんです。でも、理由があって間違った生き方しかできなかったことが理解できたら、他に選択肢が出てきます。抜け出すために、闇雲に穴を掘り続けても深みにはまるだけだと気づけば、違った方法を考えることができます。当てはまる人は生き方を変える努力を始めましょう。周りに全てがうまくいってるように見せても幸せにはなれません。体裁を整える努力ではなくて、自分を成長させる努力をしましょう。自分の短所を隠し通しても自分への自信にはなりません。また、自分の価値を証明するために周りに勝ちまくっても自信にはなりません。自分だけ得しても生きやすくも幸せにもなりません。あるいは、すべての人に嫌われないようにしていても心は成長しません。でも、親からありのままの自分を拒否されて育った人が、自分の短所を受け入れてもらえたときは大きな力になります。何かを成功したときに持つ自信ではなくて、もっと根源的な自分の支えとなる力になる可能性があります。自分の短所が受け入れてもらえるわけがないとしか思えないのは、味方を作ろうとしないから、親しい人を作ろうとしないからです。そして一番の間違いは、周りを敵にしていることです。確かに親しくない人にありのままの自分を受け入れてもらおうとしても無理です。だから時間をかけて親しい人を作る努力も必要です。では、すぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、10年後どうなりたいか考えようです。10年後、優しい人になりたいのか、優しい人だと思ってもらいたいのか、成長したいのか、成長した人だと思ってもらいたいのか、幸せになりたいのか、
幸せな人だと思ってもらいたいのか、周りを敵だらけにしても自分だけ勝っていたいのか、孤独になったとしても自分だけ得をしていたいのか、すべての人に嫌われなかったとしても自分の人生を放棄していたいのか、10年後どうなっていたいのか一度真剣に考えてみましょう。10年後の目的地が分かっていないと、惰性で今までの地獄へ向かう生き方を続けてしまいます。10年後の目的地がはっきりしたら、そこへ向かって歩き出しましょう。また、この動画では取り上げませんでしたが、人に服従する生き方、自分を犠牲にする生き方も長く続けていると人生を地獄にしてしまいます。他人に服従するアダルトチルドレンの直し方、自分を犠牲にするアダルトチルドレンの直し方などの動画も参考にしてください。動画のすぐ下の概要欄にリンクを貼っておきます。いつも最後までご視聴ありがとうございます。今後もアダルトチルドレンが生きやすくなるための情報を全力で配信していきますので、仲間になってくださる方、応援してくださる方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。